して急ぐ君の目に焼き付いて離れない終わりなく続く歌思いさえ超えてゆく君の前に映るように胸の奥開けたままこの子。坊や、鎖やろうって知ってる？鎖を使う念能力者のことよ。私たち探してるの。あんたそいつに頼まれて私たちのことつけてたんでしょ？知らないよ。俺たちは自分の意志でお前たちを追ってたんだ。一瞬でいい。隙があれば逃げ出せる。どう？そうね。とぼけてんなら大した嘘つきだわ。調べようか。問い1、なぜ俺たちをつけた？簡潔に述べよ。下手な嘘は逆効果だな。マフィアがあんたたちに莫大な懸賞金をかけてるんだ。あんたたちの居場所を教えただけで大金をくれるってサイトもいくつかある。問い2、尾行は誰に習った？尾行っていうか絶っていう気配を消す技なんだ。念能力の。俺プロハンター目指してるから。誰に習った？信玄流の師範代だよ。問い3、鎖を使う念能力者を知っているか？鎖？具現化系か操作系の使い手だ。お前の師匠ってのが右手にジャラジャラ鎖を束ねてるんじゃないのか？知らないね。俺の師匠は強化系だし、それに教えてもらったのは基本の4体行だけだ。そうか、知らねえんじゃ仕方ねえ。じゃ最後の質問だ。ラストは2択だ。よーく考えて選びな。今死ぬか後で死ぬか、どっちがいい？3秒以内に答えろ。無駄よ。下手な真似しないで。はい。わかったわ。今行く。坊や、お友達はおとなしく捕まったわよ。俺たちにこんなとこ見せていいのかよ。アジトへようこそ。知らんぷり。やっぱり奴は雲の一員だったのか。でも奴はゴンを気に入っているから何とかしてくれるはず。知らんぷりっと。しまった。なんだ、顔見知りでもいるのか？いや、その。あ、ほんとだ。あの時の女。なんだ、雫の知り合いか？全然。ああ、思い出した。腕相撲してた子供ね。なんだっけそれ。お前おとといあの子供と腕相撲して負けただろ。無理ね。雫は一度忘れたこと思い出さない。嘘だよ。いくら私でも子供には負けないよ。いや、その時お前右手でやったから。なんで？私左利きだよ。いや、いい。俺の勘違いだった。でしょ？おめえ雫とやって勝ったのか？まさか旅団の人だとは思わなかったな。よし、俺と勝負だ。もう一度。レディーゴー。もう一度。レディーゴー。なあ、
俺は雲の中で腕相撲何番目に強いかね。7、8番ってとこじゃねえか。弱くもないけど強くもないよね。でよ、一番強いのが羽毛銀って男だったんだが、こいつが鎖野郎にやられたらしくてな。だからそんなやつ知らないって言ってんだろ。おいガキ、次に許可なく喋ったらぶった切る。もう一度。奴は強化系でな、竹を割ったようなガチンコ好きの単細胞だ。その反面時間にはうるさくてよ。よく遅刻が原因で俺やフランクリンと喧嘩になったが、俺は素の殴り合いじゃボコられっぱなしだった。雲設立前からの付き合いだ。俺が誰よりもよく知ってる。あいつが戦って負けるわけがねえ。汚ねえ罠にかけられたに決まってる。絶対に許さねえ。何人ぶった切ってでも探し出す。鎖野郎は俺たちに強い恨みを持っている。最近マフィアのノストラードファミリーに雇われた人物だ。旅団に恨み、最近雇われた。まさか直接知らなくても噂で聞いたりしてねえか。よく思い出せ。心当たりがあったら今隠さず全部喋れ。知らないね。たとえ知っててもお前らなんかに教えるもんか。仲間のために泣けるんだね。血も涙もない連中だと思ってた。だったらなんでその気持ちをほんの少しでいいからお前らが殺した人たちになんで分けてやれなかったんだ。お前調子乗りすぎね。動くと切る。質問に答えるね。鎖野郎知らないか。言っただろ。お前らに教えることなんか一つもない。フェイタン、やめろ。何をやめるか。おめえがやろうとしていることだ。私がやることお前わかるのか。腕へし折る気だろ。はじめは指ね、軽く爪はぐ。どこでもいい。とにかくやめろ。なぜお前私に命令するか。従う必要ないね。おい、やめとけ信長。ルール忘れてないだろうね。団員同士のマジ切れご法度だよ。分かってるよ。揉めたらコインでだろう。裏。表だ。フェイダン、話してやれ。でどうするのこの二人。まだ鎖野郎のこと聞き出せてないんでしょ。知らねえんなら解放してやればいいさ。どうだパクノだ。来る途中調べてみたけど、二人とも本当に心当たりはないわね。本当？ええ、彼らに鎖野郎の記憶はないわ。珍しく外れたな、お前の勘。おかしいね。まあパクノダが言うのなら間違いないんだろうけど。ゴン、ここに来るとき何かされたか。質問されただけだよ。だよな。俺たちに気づかれずに調べたってことか。だが何を調べたんだ。奴らの様子からしてパクノダって女の調査はかなり信頼されている。勘以上の説得力を持った方法。俺たちは何をされた。彼らに鎖野郎の記憶はないわ。記憶なぜそれがわかる。あんたはどう？鎖を使う念能力者、心当たりない？記憶を探る能力、対象者に触れることで。だとすると合点がいく。そしてやばい。確かにあの時は鎖野郎に心当たりなんてなかった。でも今は連想してしまっている。もう一度調べられたらやばい。鎖野郎と関係ねえなら返してもいいんじゃねえか。ここに置いといてもしょうがないしな。いや、関係ないとは言い切れない。後ろで糸を引いてる人物がいるはずだぜ。解放するのは黒幕を吐かせてからの方がいいんじゃないのか。黒幕がいたとしても鎖野郎じゃないよ。彼は単独で行動してるはずだから。
信長と同じ意見なわけだね。ノストラードファミリーを通じて情報はいくらでも入ってくる。そりゃそうだ。俺たちの標的は鎖野郎だけだ。それ以外は放っとけばいい。だそうだ、よかったな。お家に帰れるね。いや、ダメだ。そいつは返さねえ。坊主、雲に入れよ。やだ。俺と組もうぜ。お前らの仲間になるくらいなら死んだ方がマシだ。ずいぶん嫌われたな。おめえ強化系だろ。だったらなんだ。やっぱりそうだよ。よう、団長が戻るまでこいつらここに置いとくぜ。入団を推薦する。本気かよ。団長が認めるはずないね。まあいいけど、そいつらが逃げてもあたしらは知らないよ。見張りはお前が一人でやれよ。なぜかマフィアは動きを止めたな。これだけ動き回って全く姿を見せないってのは不自然だもんね。何しろ今日一番の収穫がガキ2人だからな。諦めたのかね。いや、奴らが諦めたとは思えない。次の作戦のための準備期間さ。すると計算が狂ったな。襲ってくるマフィアを手当たり次第に締め上げて鎖野郎の情報を得る予定だったのによ。そこでこちらから積極的に狩りに出ようと思う。ハンターサイトで入手したノストラードの構成員の顔写真を渡すから頭に叩き込んでくれ。特に表紙の5人は重要だ。ボディーガードとして組長の娘についてるらしい。娘？ウボをさらったのがこいつらだ。けどウボはこの中に鎖野郎はいないって言ってた。ひそかいらない。え？だって乗っていないんでしょ、鎖野郎っての。ならあってもなくても同じ。無駄無駄かもしれないけど。いいじゃない。ん？いらないって言ってんだからさ、無理にやることはないよ。その通りだ。あと左上のやつ×つけといてくれ。ウボウがやった。とにかく鎖野郎の見た目がわからない以上、知ってるやつを見つけるしかない。引き続きペアで行動してリストの人物探しに全力挙げてくれ。じゃ午後10時にここ集合ってことで。以上。ちょっと、信長は留守番だろ。私はちょうど10人だから誰か余ったやつと組みなよ。あまり。おっ、あんたさ、あの腕相撲のこと顔見知りよね。にしてはお互いよそよそしくなかった？甘かった。俺があの場面で動いたら密かはためらわず俺を切る気だった。あのさっき動けなかった。もしゴンがあそこで致命傷を負わされかけたら、そしたら俺は動けたから。できないね、お前は。違う。倒せるか倒せないかの方が大事だから。違う。倒せない。答えは出ている。違う。やれるかやれないかでしか無理だね。俺は勝ち目のない敵とは戦う。友達よりもやめろ。おっかねえな。やる気満々ってっ面だぜ。言っとくが、俺の間合いに入ったら切るぜ。切るわ。似てる？ウボウとあの子が？ああ、感情丸出しのとことか、怒ると後先考えなくなるとことかな。
それに何よりそっくりなのが他人事で一番力を発揮するとこだな。ウボウは1対1で戦うことを好んだが、一番強えのは信長と組んで大勢と戦う時だったからな。そうなんだ。ああ、ウボウは認めなかったが、守るもんがあった方があいつにとってはいいんだ。足手まといがいると強くなるってことね。っていうかまあそういうことだが、毒舌だなおい。逆に信長は怠慢専門っていうか限定条件付きみたいなもんだから、喧嘩のたびに2人は組まされて互いにブーたれてたが、まんざらでもなさそうだった。まともにやり合うのは無理だ。なんとか逃げる方法を考えよう。出口は一つ、窓は小さな明かり取りだけ。どうやってあいつを出口から遠ざけるか。暗くなってきたね。闇に乗じては無理。レオリオの方はどうなってるのかな。ゼパイルさんとうまく合流できてるといいけどね。キルは大丈夫？ああ。あれ？ゼパイルさんに教えてもらったのって焼き漬けと開きと、あとなんだっけ？忘れた。横漬けだったかな。なんか違う気がするな。昔の接着剤を熱して溶かしてもう一度つけるのが焼き漬けで。ゴン。俺がおとりになる。その隙にお前だけでも逃げろ。何言ってんの？まったくだ。やめとけ。俺の力量がわからねえほど未熟でもあるめ。好きなんか作らねえよ。分かってるよ、そんなこと。出口が一つしかない見通しのいい部屋。こちらの言動は筒抜け。一部の隙も見せずに俺たちを監視する敵。おそらく居合の達人であろう奴の所立ちにおける間合いは俺の倍以上はある。そこに踏み込めば致命傷は確実だからこそ意味があるんだ。無理だね。お前には。うるせえよ。やってみなきゃわかんないだろう。何考えてんだ。あいつの所立ちは俺が死んでも止めるから、その間に逃げろっつってんだよ。何しやがんだてめえ。勝手なこと言うな。死ぬとか簡単に言うなって言ってんだ。だとおめえだってさっき言ってただろうが、仲間になるなら死ぬとかなんとか。俺はいいの。でもキルアはダメだ。死ぬ気でやんなきゃこっから逃げられっこねえんだよ、バカ。人の気も知らねえで勝手なこと言うな。ああ、知らないね。どうせバカだもん。強化系には理屈は通用しねえんだよな。やっぱお前ら面白えわ。なあ、悪いようにはしねえ。おとなしくしとけ。おめえが本気なのはよくわかってる。無駄死にすんな。団長が戻るまでの辛抱だ。
そこで団長のオメガナにかなわなきゃ返してやるよ。だがここで逃がすくれなら切る。俺に刀を抜かせるな。俺が抜けばお前らは死ぬ。思い出した。横抜きだよ、横抜き。焼き漬けと開きともう一つが横抜き。ほら、あの時キルアが木造り蔵の謎を解いたやつ。横抜き？うん。思い出した？あれか。思い出した。ね、こんな簡単なことに気づかなかったなんて。すっきりしたとこで行くか。本気か。死ぬだけだぞ。落ちたら居合切りを手加減するほど器用でもお人よしでもねえぜ。バカが。こいつら壁を。出口が塞がれてるなら別なところから出ればいい。キルは俺あのちょんまげぶっ飛ばしたい。次回「ハンターハンタークラピカ暗殺団ゾルディック」。やーい、信長の単純バーガー。この街では見えない星の方が多いんだ。でも見える星だって何かに照らされてるだけさ。でも俺は一人でだって輝いてみせるぜ。たとえ太陽がなくなっても僕が笑ってあげるよ。どんなに綺麗に派手に輝けたとして